皆さんごきげんよう。前回はちょっと道草をしてしまいましたね。で、今回は、話を元に戻しまして、仏教の出家相談が、一般社会に完全依存するという形で暮らすその、実際の暮らしの様子についてお話をしたいと思います。仏教は何度も言っておりますように、一番の目的は修行生活を円滑に送るということであります。その修行生活に全てを、注ぎ込んでそれに没頭するためには生産活動はできないわけです。そんなことをやってる暇はない。で、生産せずに何も生産活動をせずにご飯を食べる、あるいは日用品をもらう、日用品を手に入れる、そのための唯一の道としてお釈迦様は一般社会の人々から余ったもの残ったものをいただいてもらって歩けとこうおっしゃったわけですね。これが托発という形になるわけです。そういうお話はしましたですね。これは大変面白いことなんですよ。ですね、自分の一番やりたいことをやり続け、それを成就するためには他者に完全に依存するという方法がある、あるいはそれが一番良い方法だというふうに仏教は言うんですね。現代社会は何かこの自立性ばっかり、強調して、自分で自分を養っていく人間が偉いのであるというような、何かこう通念があるようですけども、2500年前のインドの仏教を見ますとね、他者に全てをお任せして養ってもらうことによって自分の最高の自由を手に入れ、やりたいことをやり遂げるという、そういう考えで組織ができていたんですね。ですから必ずしも今現代の我々が思い込んでいるような、独立性が正しいんだと、独立して生きることが人間としての正しい道であると、そういったものばかりではないんですね。依存することによって自由を手に入れるというそういう方策もあるということもね、一つの選択肢として、知っていることは大事だと思います。はい、それで、今日はそういうことでその具体的な、僧侶の、出家修行者の生活についてお話をしたいと思うんですが、いくつかパターンがあるんです。で今日ご紹介するのは最低ラインの生活は何なんだと。あの、ご飯だけはね、食べ物だけはこれは、一般社会の人からもらわなければいけない。もらえなくなったらおしまいなんです。ですからもらうというこれ前提がありますが、人はご飯だけで生きてるわけじゃありません。着物だって着なくちゃいけない、住まいだって必要です。そういった、食べ物以外の飲食物以外のものをどうやって、その何て言うかな工面したのかという話を今日はいたします。で何も誰もくれない場合にどうしたらいいのかっていう話なんですね。でもちろん今日のお話にプラスして、例えば信者さんがいて、それじゃあんまりだからこれをお使いなさい、ここにお住みなさいというふうに、よりプラスアルファのお布施をくださることがあるんです。でそれはそれでまたそれをいただいてより快適な生活も可能なんですがね、しかしながらもし最低ラインまでこう生活を絞り込んだらどこまで行くのかと、どういうところが、仏教修行者の最低ラインの生活になるのかというお話ですね。それでまずこれ生活のことですから、普通衣食住と言いますね。で仏教は衣食住とさらにそこに薬ですね、病気の時に、治療するための薬と4つ合わせて、生活の必需品というふうに考えるわけなんですね。それで、その一番最初が衣食住ですから、その順番で見ていきますと、衣つまり着るものですね。インドは暑いから大丈夫でしょと、そういうわけにいかないんで、インドだって寒い時は寒いですよ。で着物がないとやっぱり辛いですわね。もちろんこれはまた別の話ですけど、仏教とは違う例のジャイナ教ね、ジャイナ教なんかの場合にはもう着物を着ないというすっぱだかで暮らすという、そういう修行の方法が決められているんですね。仏教はジャイナ教ほどストイックな宗教ではありませんので、
着るものぐらいは着ましょうよということで、お釈迦様は、衣を着てもよいとおっしゃいました。ただし何ももらえない場合、つまり人がこれを着たらどうですか、これを着なさいよと言ってくださる着物が何もない場合には、修行者はどうするかといったら、これは、道端に落ちている、布の端切れですね、切れっ端、これを集めてきて、拾い集めて、それをつないで、すごいことになりますね。ミノムシの皮みたいになりますね。この頃あんまりミノムシも見ないけども、もう要するにぐちゃぐちゃの雑巾の塊みたいなものができるはずですね。道端に落ちてる汚い布の切れ端を集めてきて、それをつないで作るわけですからね、すごいものができます。それを体にまとって暮らせとおっしゃるんですね。で、今と違いますから、今だったらね贅沢な暮らしですから、ポイポイとみんな着物のT シャツだのズボンだのみんな捨てていきますけども、昔の古代インドにそんな布地が落ちてるなんてことはないわけです。これは大変な貴重品ですからね。ですから落ちてるものっていうのは本当にもう使い古した切れっ端みたいなものしかないわけで、どこに落ちてるかというと、それはゴミために落ちてるわけです。みんな捨てますからね。だからゴミためから拾ってきた布の切れっ端をつないで着るということで、これが何も手に入らない時の、僧侶の衣です。で、ゴミためから拾ってきたという意味で、これを粉蔵絵というんですね。ここに書いてありますでしょう。粉蔵絵と書いてありますね。あまり綺麗な感じじゃないけども、これトイレに落ちてるという意味じゃないですよ。粉蔵絵というのはもうゴミためから拾ってきた衣だというわけですね。でその衣は、どんな色をしているかというと、それはもう土まみれ、ほこりまみれ、泥まみれの茶色い汚い切れっ端つないだものですね。よく言えばパッチワークだけども、それほど立派なもんでもないですわね。で、このような汚い色のことをインドの言葉でカシャーヤと言うんですね。カシャーヤと言います。サンスクリットですね。で、このカシャーヤという言葉、あるいはそれの、似た方言ですね、訛りが、音写されて漢字に直されたのが今朝ですね。今朝、これ音写です。カシャーヤの音写です。だからお坊様が着ておられるおけさというのは、これは汚い色の衣という意味です。でそれは、拾ってきたものをつなぎ合わせて作った泥まみれの衣だということで、汚いといってもこれはお坊さんとしての立派な衣という意味ですよ。そういうその道端に落ちているもので暮らすという、いわゆる製品の生活を表す単語ですから、これ汚いという意味だけれども、これは立派な意味を持ってるわけなんですね。これを今朝おけさと言います。それから、ご飯ですけれども、ご飯だけはこれはどうにもなりませんね。一般の人からもらうしかありませんから、これは托鉢をして歩きます。でこれを骨敷というんですね。食を買うて歩くというわけで、毎朝、町や村へ出かけていって、その家々を回ります。鉢を持ってね、鉢を持って回ります。でその鉢を持って、立つんですね、家の前に。そうすると家の人が入れてあげたいと思う人は入れてくれるし、入れてあげたくないと思ったら知らん顔してます。でそんな時にちょっと入れてくださいよなんてことは言えないわけで、そんなこと言ったらね、いただいて歩くということにならないでしょ。それはなんていうか強要してることになりますからね。だから何も言わずに家の前に立ち、入れてくれるならばそれをいただき、入れてくれないという様子が見えたならば、しばらくそこに佇んだ後に隣の家へ行くというふうにして回っていくわけなんですね。ですからこれはなかなか大変ななんていうかな、ご飯をもらうためのね、じっと耐え忍ぶ仕事なんです。でもこれは修行じゃありませんからね。
骨敷は修行じゃありません。これはご飯をもらうための手段なんですね。ですからこれが修行だなんて思ったらえらいことで、そんなことしたら一日中托発してなくちゃいけないことになりますが、托発の時間はできるだけ短い方がいいです。ご飯をもらってさっさと食べて、そしてあとは本当の修行をするということですから、この骨敷というのも仕方なしにやってるんだということなんですね。でもこれだけは絶対にもうあれですね、やめるわけにはいきません。命がかかってますからね、ご飯ですから。住まいですね。これは何も誰もくれませんから、不動産ですから、そうやすやすと人が「はいどうぞ」なんてくれるものじゃありませんから、本来的にお坊さんというのは住処なしです。で雨風がありますから、それをしのぐために、例えば大きな木の下とか、あるいは、洞窟とか、多少はね雨風をしのげる場所に身を置いて、そこで暮らす。もうほとんど野宿生活ですね。これはもう仕方がありません。誰も何もくれない場合にはですね。それから4番目ですけどもね、これがインドですから、牛のいろんななんていうか糞とかおしっことか、そういうものもみんなきれいなんですね。牛というのは聖なる動物なので、こういう牛の排泄物というのは決してインド人にとってはその不潔なものではなくて、例えば今でもねインドの人は牛の牛糞を燃料に使ったりいろんなものに使ってますわね。それの一連の関係で、牛のおしっこを塗るのか飲むのか、これあんまりはっきり私調べてみたんだけど、あんまりはっきり使い方が書いてないんで、何もない時には仕方がないから牛のおしっこをとにかく薬として使えというようなことが書いてあるんですね。ですからこれあんまり言わんときましょうねそういうものだということにしておきましょう。で、こうやって、4種類衣食住それから薬と、この4つが、何も他者が一般の人がくださらない時にはこのラインで暮らせというわけなんですね。これが、出家修行者に定められた、基本的な生活方法です。でこれは基本的ということは、これにプラスアルファがあっても構わないということなんです。でここに書いてありますでしょ。実際にはもっと良い暮らしをしていた。例えば、昔のねお釈迦様の様子を書いたお経の本なんか見ても、決してお釈迦様はこんな生活はしてないです。それなりに、ちゃんと信者さんが迎えて良いところにきれいな建物の中で、ちゃんとした食事をとっておられるという様子が見れます。でそれはそのお坊様たちに対して敬意を表する、その敬母の念を持った信者さんたちがいる場合には、こういう生活にさらに、それにプラスしたお布施をするからなんですね。でそれについてはまた次回お話をしたいと思います。最低ラインはこれだということですね。もうちょっと時間あるから言っておきますと、糞造営で一番良い衣が手に入る場所、つまりさっきゴミ捨て場で拾ってくるって言いましたが、ゴミ捨て場よりももっとね良い衣が1回で手に入る場所があるんですね。それはどこかというと死体捨て場であります。死体捨て場、死体をくるんで、持ってきてそこへ捨てていく、そういうあれですね、仮想にできないような人たちがそこへ捨てていくわけです。死体をね、森の中ですけども。でその死体をくるんだ衣、これは誰ももう取りに来ませんわね、そんなものは。でその衣が遺体がね腐乱しても亡くなった後に残っているその布を拾う。すごいでしょ。でそれぐらい壮絶な形で、当時の出家修行者たちは自分たちの修行生活を維持するために暮らしていたんだということなんですね。はい、また続きは次回お話をいたします。今日はここで終わります。ごきげんよう。